どうもこんにちは、福山茂です。今回の YouTube のテーマは ppm です。今回の内容について、1 ppm とは、2市場成長率と相対的市場占有率、3 4つの証言、4人生選択の参考に ppm、これらについて説明していきます。1 ppm とはプロダクトポートフォリオマネジメントの略です。経営資源を効率的に配分して事業の選択と集中を検討するにあたって役立つ手法です。1970年代に BCG により公表されました。市場成長率と相対的市場占有率の工程から4つの証言に分類します。分類に見合った資源分配を行います。先ほどの説明を図にしたのがこちらです。これからそれぞれの要素を説明していきます。2、市場成長率と相対的市場占有率。まずは市場成長率です。各事業の市場における成長率です。その事業に投入しなければならない資金が多いか少ないかを示しています。成長率が高ければ投入する資金の量は多く、成長率が低ければ資金の量は少なくなります。市場成長率の計算式は、事業の今年の市場規模割る事業の前年の市場規模 ×100 引く 100% です。次に相対的市場占有率です。自社のある事業の市場の占有率と自社を除く最大の会社の占有率との比較をします。相対的市場占有率の計算式は、自社の市場占有率割る自社を除いた業界で最大の会社の市場占有率です。3、4つの証言。先ほどの市場成長率と相対的市場占有率によって ppm では4つの証言に分類します。事業を分類してそれに見合った対策を検討します。まずは花形です。高い市場のシェアを持ち、これからも市場が成長する見込みがある事業です。花形に対しては積極的に投資していく戦略を行います。次に金のなる木です。優位な市場シェアを獲得しているが、市場の成長は見込まれない事業です。積極的な投資ではなく、追加投資を控えてコストを削減して収益の最大化を目指します。ここで得た資金は花形や問題児に投資するための資金源とします。そして問題児です。市場の成長は見込まれるためチャンスがあります。ただ現状として市場のシェアは低いです。積極的に投資をして花形を目指します。市場の鈍化や成果が出ない場合は負け犬になる前に撤退を検討します。最後に負け犬です。市場成長率も市場のシェアもともに低い事業です。撤退を検討します。4. 人生選択の参考に ppm。これに時間、お金などを費やすのはどうだろうか。仕事、趣味、自己研鑽、環境、習慣などの選択で思うことはありませんか？そんな時に ppm の4つの証言で分類するのは参考になると思います。僕の場合はこのように考えます。市場成長率は自己成長、充実感が高いか低いか。相対的市場占有率は成果、収益、お金以外の資産などが多いか少ないかです。お金以外の資産は健康やスキルや人脈などです。例えとしては、仕事の充実感は低いが収入や労働条件は良い場合は金のなる木とします。金のなる木から得た資金で自分がしたい勉強、趣味、副業を再度で始めてみます。問題児への投資ですね。問題児の内容が発展すれば花形、やってみて違うのなら負け犬として撤退を考えます。今回は ppm について説明しました。事業の分類だけでなく人生の選択の参考になればいいですね。見つめ直すときに良いでしょう。今回の内容が皆さんにとって良い機会になれば幸いです。以上です。ご視聴ありがとうございました。今後も一緒に人生資源について勉強しませんか？もしよかったらチャンネル登録のボタンをクリックしてください。それではまたよろしくお願いします。